2025年、アメリカ、オハイオ州クリーブランドの病院で、ある出来事が起きた。その日、午後2時17分、心臓が止まった。救急隊員が駆けつけた時、すでに脈はなかった。医師たちは懸命に蘇生を試みた。しかし、モニターの波形は、完全に沈黙していた。7分30秒。その間、彼女の脳波はゼロだった。医学的には、意識など存在しない時間だ。記憶が生まれる余地も、夢を見る可能性も、何一つない。医師たちは、そう断言した。しかし、彼女は、見ていた。光の中に吸い込まれていく感覚。静かで、暖かく、そして圧倒的な何かが、目の前に広がっていたという。そしてその光の中で、彼女はある場面を目撃した。見知らぬ街の景色、知らないはずの人物の顔、そして、はっきりと刻まれた日付。2026年11月のある日、彼女が蘇生した直後、最初に口にしたのは、その場面のことだった。担当医は記録した。しかし誰も、その意味を理解できなかった。未来の出来事など、検証しようがなかったからだ。ところが、それから約1年後、彼女が語った日付に、語った場所で、語った人物が関わる出来事が、現実に起きた。なぜ、脳が死んでいた7分30秒の間に、未来が見えたのか。その答えを探るには、まず、彼女がなぜ、心臓が止まる日を迎えることになったのか。あの事故の前夜に、何があったのかを、知る必要がある。2025年、アメリカ、オハイオ州、その町に、サラ・コリンズという女性が暮らしていた。42歳、2人の子供を持つ。ごく普通の母親だった。平日は地元の小学校で図書館司書として働き、週末は子供たちと公園を散歩する。誰もが知る、穏やかな日常だった。その年の秋、彼女はひどい疲労感を訴えていた。最近、胸が少し重い気がする。夫にそう打ち明けたのは、事故の3日前だった。しかし、忙しさに追われ、病院へは行かなかった。2025年11月のある朝、サラはいつも通り、子供たちの朝食を準備していた。コーヒーを入れながら、窓の外を眺めていた。その時突然、胸を締め付けるような激痛が走った。床に崩れ落ちる彼女を見て、長女が叫んだ。救急車が到着したのは、それから8分後、すでに心臓は止まっていた。病院に運び込まれた彼女の脳波は、ほぼ平坦だった。医師たちは蘇生を試みた。1分、2分、3分。それでも、反応はなかった。7分30秒。その時間、サラ・コリンズの脳は、医学的に、機能していない状態だった。神経科学の定義では、記憶も、思考も、意識も、すべてが存在しないはずの時間。しかし、彼女は後に語った。その間、私は確かに何かを見ていた。それは夢ではなかった。混乱でもなかった。驚くほど鮮明で、具体的な、まだ起きていない出来事の映像だったと、彼女は言う。そして意識が戻った瞬間、彼女はある日付を、ある場所を、ある人物の名を、繰り返し口にし続けた。彼女の名は、サラ・コリンズ。オハイオ州コロンバスに住む、43歳の女性だ。その日、彼女は突然倒れた。心臓が止まった。救急隊員が到着した時、すでに脈はなかった。病院に搬送され、医療チームが蘇生処置を開始した。7分30秒。その間、彼女の脳波形は、完全な沈黙を示し続けた。神経科学の定義では、脳波がない状態とは、思考が存在しない状態だ。記憶を形成することも、感覚を受け取ることも、原理上、不可能なはずだった。しかし、サラはその時間の中で、何かを経験していた。彼女は後に、こう語っている。体が消えた、という感覚があった。でも、私は確かに、存在していた。意識が肉体から切り離された。そう表現するしかない感覚だったと、彼女は言う。医療チームの目には、ベッドの上に横たわる、動かない体しか映っていなかった。しかし彼女の意識は、そこにはなかった。どこか別の場所で、何かを、見ていた。それは映像だった。夢のように曖昧なものではなかった。混乱した幻覚でもなかった。驚くほど鮮明で、細部まで具体的な、映像だった。日付が見えた。場所が見えた。そして、一人の人物の顔が、はっきりと、
見えた。彼女はその瞬間のことを、見せられた、と表現する。自分の意志で見たのではない。何かに、導かれるように、見ていた。そして意識が戻った瞬間、彼女は繰り返し同じ言葉を口にし続けた。日付を、場所を、名前を。医療スタッフは当初、蘇生直後の混乱だと判断した。しかし彼女の言葉は、揺るがなかった。一貫していた。そして、その先に、彼女が見たものの全貌が待っていた。暗闇の中に現れた光。そこへと続く道が、彼女を次へと連れて行く。暗闇だった。完全な、深い暗闇。音も、痛みも、何もなかった。ただ、存在していた。それだけだった。どのくらいの時間が経ったのか、わからない。時間という概念そのものが、そこには存在しなかった。そして突然、遠くに、光が見えた。小さな点のような光が。しかしその光は、冷たくはなかった。暖かかった。呼ばれているような、そんな感覚があった。足が動いていた。いや、正確には足ではない。意識が、引き寄せられていた。光へと続く道が、目の前に現れた。トンネルのような空間だった。壁はなかった。床もなかった。それでも確かに、道があった。彼女はその道を進んだ。自分の意志ではなかった。それでも、恐怖はなかった。むしろ、安らぎがあった。言葉では説明できない、深い安らぎが、光に近づくにつれて、人影が見えた。一人ではなかった。複数の人影が、光の中に立っていた。彼女は気づいた。知っている人たちだった。3年前に亡くなった祖母、幼い頃に先立った父親、そして、まだ若かった頃の顔をした、懐かしい人たち。祖母は微笑んでいた。言葉は発しなかった。それでも、伝わってきた。大丈夫。まだ、あなたの時ではない。その言葉が、声ではなく、意識の中に直接流れ込んできた。彼女は手を伸ばした。触れようとした。しかしその瞬間、光が遠ざかり始めた。祖母の笑顔が、薄れていった。引き戻される感覚があった。強く、容赦なく、暗闇に、ではなく、現実へと、そして次の瞬間、彼女の意識は境界線の上に立っていた。あちら側と、こちら側の、その狭間に、境界線の上に、彼女は立っていた。足元に何もなかった。上にも、下にも、ただ、静寂だけがあった。それは、死の沈黙ではなかった。もっと深い何か、言葉にできない、圧倒的な静けさだった。あちら側には、光があった。暖かく、柔らかく、すべてを包み込むような光が、こちら側には、何があった。音が、あった。遠く、かすかに、しかし確かに聞こえた。誰かの声だった。叫んでいた。泣いていた。彼女の名前を、何度も、何度も呼んでいた。その声を聞いた瞬間、胸の奥で何かが揺れた。光の側へ進もうとした足が、止まった。振り返った。こちら側の闇の中に、映像が見えた。映像、というより、記憶だった。まだ起きていない記憶が、夫の顔があった。泣いていた。病院の廊下で、壁に額を押し当てて、声を殺して泣いていた。子供たちの顔があった。まだ幼い二人が、父親の背中にしがみついていた。その光景を見た瞬間、彼女は理解した。自分がここで選ばなければならないのだと。あちら側に行くことも、できた。光は、拒んではいなかった。引き止めてもいなかった。ただ、待っていた。静かに、穏やかに。しかし彼女の中で、何かが叫んだ。まだ、終わっていない。まだ、やらなければならないことがある。その思いが、全身を貫いた。境界線の上で、彼女は決断した。一歩、こちら側へ踏み出した。その瞬間だった。何かが見えた。光でも、闇でもない。明確な、場面が、日付があった。場所があった。人の顔があった。まるで、誰かが見せているかのように、意識の奥深くに、焼き付けられていくように、それは、未来だった。まだ誰も知らない。2026年の出来事が、そこに、あった。それは、光の洪水だった。目を閉じていた。いや、目などなかった。それでも、見えた。映像が、次々と流れ込んでくる。幼い頃の記憶、母親の声、初めて自転車に乗った。あの午後、転んで、泣いた。それでも立ち上がった。懸命に、生きてきた日々が、走馬灯のように、広がっていく。
しかし、それだけではなかった。見たことのない場面が混ざり込んでいた。知らない顔、知らない場所。それなのに、どこか確かに感じる。これは現実だ。と、場面は変わった。街が映った。人が映った。空の色まで鮮明だった。そして、数字が浮かんだ。2026年11月。日付が空気に刻まれるように現れた。場所の名前が聞こえた。人の顔が焼き付いた。彼女には、それが何を意味するかわからなかった。でも、忘れられなかった。忘れることができなかった。なぜなら、それはあまりにも鮮明すぎた。夢ではない。幻でもない。記憶だった。まだ起きていない出来事の記憶。脳波はなかった。意識はなかった。医学的には彼女は存在していなかった。それでも何かが見ていた。何かが感じていた。何かが覚えていた。パノラマは静かに閉じていった。映像が遠ざかっていく。声が薄れていく。残ったのは一つの確信だった。戻らなければならない。この記憶を持ち帰らなければならない。まだ誰も知らない未来をこの世界に伝えなければならない。その思いが彼女を引き寄せた。暗闇の向こうから光が差し込んできた。体の感覚が戻ってくる。次の瞬間、彼女は帰ってきた。医療チームが動きを止めた。モニターが鳴り響いた。心拍が戻った。7分30秒。それが、サラが存在しなかった。時間だった。脳波はゼロだった。医師たちは蘇生を続けながら、もう間に合わないと思い始めていた。それでも、手を止めなかった。次の瞬間、すべてが変わった。サラの胸が動いた。か細い呼吸が戻ってきた。担当医は思わず後ずさりした。看護師の一人は声を上げて泣いた。誰もが信じられないものを見ていた。医学的に説明できない。それがその場にいた全員の正直な感想だった。サラはゆっくりと目を開けた。天井の白い光が視界に飛び込んできた。喉に何かが刺さっている感覚があった。体が重かった。でも、確かに、ここにいた。呼吸がある。鼓動がある。痛みさえも、生きている証拠だった。担当の神経科医が、駆け寄った。わかりますか？ここはオハイオの病院です。サラは、ゆっくりとうなずいた。そして、口を開いた。見てきた。その一言が、病室の空気を変えた。医師は、もう一度聞き返した。何を、見てきたのですか？サラの目は、静かだった。混乱していなかった。恐れてもいなかった。ただ、確信に満ちていた。まだ起きていないことを、見てきた。その言葉の意味を、誰もすぐには理解できなかった。しかし後に、全員が理解することになる。サラが語り始める。記憶は、現実だった。日付も、場所も、人物も、何一つ、ずれていなかった。そして彼女自身も、変わっていた。あの7分30秒の前とは、もう、同じではなかった。サラは、戻ってきた。しかし、以前のサラではなかった。まず、家族が気づいた。彼女の目が、変わっていた。不安や迷いが、消えていた。代わりに、静かな、確信があった。それは、悟りとも、諦めとも違う。何かを、知っている者の目だった。娘のエミリーは言う。お母さんは、怒らなくなった。些細なことで感情を乱すことが、なくなった。以前は些細な口論もあった。しかし今は、ただ、穏やかに笑う。夫のマークも、戸惑った。同じ人間なのに、別人みたいだ。それは批判ではなかった。むしろ、畏怖に近い感情だった。サラ自身も、変化を認めている。死ぬことが、怖くなくなった。その言葉は、絶望から来るものではない。体験したものだけが持てる。静けさから来ていた。彼女は言う。あの場所では、時間がなかった。過去も未来も、全部、同時にあった。その感覚は、今も残っているという。日常の中で、ふとした瞬間、これを、前に見た、という感覚が走る。デジャブとは、違う。もっと、鮮明で、確かな記憶だ。医師たちは記録を見直した。心停止から7分30秒。その間、脳波はゼロだった。記憶が形成される余地は、どこにもなかった。にもかかわらず、彼女は覚えていた。日付を、場所を、人物を、
神経科学は沈黙した。宗教は奇跡と呼んだ。しかしサラはどちらも求めなかった。ただ、体験したことを語り続けた。それが自分に課された役割だと感じていた。そして今、科学は問い始めている。これは幻覚なのか、それとも脳を超えた何かなのか。次回、その答えに最も近い場所まで迫る。科学と霊性。この二つは長い間対立してきた。しかし、サラの体験はその境界線を静かに揺さぶっている。神経科学の立場から言えば、答えは単純に見える。脳が酸素を失うとき、ニューロンは誤作動する。記憶の断点が混ざり合い、夢のような映像が生まれる。それが、いわゆる臨死体験だ。と、しかし、ここで一つの問題が生じる。サラの脳波は、7分30秒間、完全に停止していた。誤作動すら、できない状態だった。混ざり合う記憶も、存在しなかった。にもかかわらず、彼女は、未来の日付を覚えていた。場所を、人物を、会話の細部まで、神経科学は、この事実に対して、まだ明確な答えを出せていない。一方、霊性の側から見れば、説明は全く異なる。魂は肉体を離れ、時間の外へと出る。過去も未来も、そこでは一つに溶け合っている。サラが見たものは、神が見せた啓示だ。と、しかし、この解釈もまた、証明することができない。信じるか、信じないか、それだけの問いに、とどまってしまう。では、この二つの間に、第三の道はあるのだろうか。近年、量子神経科学という分野が、注目を集めている。意識は、脳の中だけに存在するのではなく、量子的な場に広がっている可能性がある。という仮説だ。もしそれが正しければ、脳が停止した後も、意識は消えないことになる。サラの体験は、その仮説を実証しているのかもしれない。科学と霊性は、実は同じ真実を異なる言葉で語っているだけなのかもしれない。そして、サラ自身は、どちらの言葉も使わなかった。ただ一つ、こう言った。あの場所では、すべてが、つながっていた。と、その言葉の意味が、次のパートで、ついに明らかになる。サラは、あの体験について、多くを語らない。語れないのではなく、語る必要がないと、感じているからだという。彼女が伝えたいのは、予知でも奇跡でもない。ただ一つのことだ。私たちは、思っているよりも、ずっと深いところでつながっている。心臓が止まった7分30秒の間、彼女が見たのは、未来の出来事だけではなかった。愛する人たちの顔、後悔していたことが、まだ伝えていなかった気持ち、それらが、すべて同時に、一つの光の中にあった。サラは言う。怖くなかった。むしろ、帰りたくなかった。と、それでも彼女は戻ってきた。伝えるために、死の向こうで見たものは、絶望ではなく、つながりだったと。あなたは今、誰かのことを思い浮かべただろうか。その人に、まだ伝えていないことは、ないだろうか。サラの体験が問いかけるのは、意識の謎ではない。今、この瞬間をどう生きるか、それだけだ。